加速や減速をする際は前のセンサーを明示的に踏んだり離したりする必要があるんですが、カーブの時はセンサーを踏む踏まないではなくて、どちらかというと重心の移動の方が重要でした。16キロモードでもちょっと試してみたいと思いますが、やはりちょっと16キロモードだとスピード高ですね。これを制御するのは結構かなり難しい16キロモードだと結構やはりスピードにウォーカーが持ってかれてしまう気がするんで、これを扱うのはやっぱり難しいと思いますね。やっぱり16キロで走る際には加減速が重要なんじゃないでしょうか。そのまま16キロでカーブに突入しようとすると吹き飛ばされてしまうので、やっぱり外側に飛ばされそうになりますね。カーブで安定して走るんだったら10キロモードの方が、16キロモードはこういったスリルは楽しめると思いますけど、ちゃんと加減速まで使えないとなかなか扱うのは難しいと思いますね。
では坂道のある場所でどのような走りができるか試してみたいと思います。スピードモードは16キロです。この坂の角度がだいたい5、6度なんですけれども、結構登るのに精一杯です。今度はこの坂をちょっと降りてみたいと思います。まあこういった坂道で乗るもんではないと思いますが、もう電池がないのかもしれませんね。もう完全に電池切れか。少しだけ電池の容量が乗っていると気持ち足りないと思いますね。できればこの2倍ぐらいあるといいんですけれども、まあ重量と兼ね合いなんで、この辺りが一番使いやすい電池の量なのかもしれません。次回の動画でウォーカーの総括を行いたいと思います。ご視聴ありがとうございました。新井住吉でした。